はい、こんにちは。小豆島の漁師浜井です。今日はですね、とあるところに網をね仕掛けてみたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあいつもの尺稼ぎ長靴、ボテがましいでカッパも履いて、で本当は上着たくないんですけど、今日風結構西が吹いてるのでカッパ着ていきます。冬はやっぱり西風ばっかり吹くんですよね。それじゃあ出航していきます。で今日はですね、そのとある場所に仕掛けるのがこちらです。僕の動画で何回も登場してるんですけど、磯立てって言ってメバルを取るやつですね。で今年のメバルは産卵が早くてもうだいぶ超えてきてるので、超えてきたメバルを狙っていきたいと思います。はい、じゃあ船に乗り込んで、で船の戸も外して、で表のロープも外します。そしたらもう一回降りて、よいしょ。まだまだね、僕も28歳なんで飛べるんですよ、ぴょんと。で船寄せて、で磯立て積み込みます。よいしょよいしょよいしょ。 OK、 牧場。はい、じゃあエンジンかけて、でライフジャケットも装備で、いつものように出航していきます。というわけでポイントに到着しました。今回はですね、こちらのテトラポットに網を仕掛けていきたいと思います。でテトラってもうほんまに形状を見てもらったら分かる通りね、魚の巣窟なんですよ。ただここもしかしたらグレが多いかもしれん。でもグレ今の時期めちゃくちゃうまいんですよね。うまいんだけれどもここらではあんま食べられないんで、それだけがちょっとあれですね。売れないから自分で食うにはいいんだけど。それじゃあ網を入れていきます。受け入れて、でテトラから外れてしまうとね、本当に不思議なほど魚かからないんで、テトラの際をね綺麗に沿うようにうまいことやっていく。それもまた技術のうち、佐山悟さんです。うまいことね、テトラの際過ぎてもダメ、際過ぎても引っかかるから、いい感じに入れていきます。でぐるっとテトラを一周していきます。一周分もないんですけど、よくねおじいさんがやってましたね。ここ懐かしい。でこう今テトラからこれ離れた場合はちょっと引っ張ってあげて、テトラに寄して、でこう離す。今ちょっと際から離れちゃってる。多分離れちゃったとこはあんまいないと思う。あんま際行ったらテトラにちょっとペラが当たりそうで怖いんですよね。後ろ見えないから。それをちょっと気ぃつけんと。こうやってテトラがほら今崩れてるでしょ。こういう崩れてるとこがちょっとね怖いんだよね。よいしょ。ちょうど一周負けた。綺麗にだいたい一周。ここだけちょっと無理やったけど、そことそこね、いい感じ。はい、じゃあ果たして明日どれだけのお魚がかかっているのか楽しみですね。でちょっと帰りしなに魚群探知機を見ながら、なんか餌がおってヒラメがおりそうだったらそこ網仕掛けてみたいと思います。でこんな感じで魚探の方を見ながらですね、走って餌を探します。もうこの時期ね、ほんと餌ぐらいおらんと魚いないんで、無駄に網を仕掛けるよりはこうやって探した方がいいかなと思います。本当にいないんですよ、この時期餌がおらんと。餌がおったら逆におるんだけどね。はい、で結局ね魚探見よったんですけど、もう全然魚いないんで、少しなんですけど磯立てだけでもう今日はちょっと帰ります。風も強いし冬はダメだ。おはようございます。というわけでやってきましたテトラポットで、これ見てください。ちょっとね今日潮が引きすぎて網がもうちょっと干上がっちゃってますね。で昨日と比べてほらこの第一断層っていうのかな、それが見えるぐらい潮が引いてる。で先にちょっと GoPro 突っ込んで魚かかってるか見てみましょう。では GoPro 突っ込んで見ていきます。もうメバルが数匹かかってますよ。もう今これ肉眼でも見えるメバルがほらあそこ見えますかね。メバルがかかってますね。
じゃあ早速揚げていきます。で、浅いところに仕掛けると何がいいかっていうとですね、ちょっと見っとったところにおったんが潮が引くことによってこう出てくるじゃないですか。それが全部ね取れるということで、全部は取れないんですけど、で受けがあんなとこ入ってるんで、あれをかき出さないと。受けと網を引っ張り出そう。取れるかな。うわわわ、網が破れちゃうわ。無理やり引っ張ると破れちゃうんで、もう上陸しちゃいます、テトラに。なんだこれ、破れる。わ、魚が。よいしょよいしょ、完璧です。はい、じゃあ横で網上げていきます。ほらほら、早速メバルとガガナかなこれで。これ出して後で外していきます。じゃあどんどん食っていこう。お、メバルに金メバルにガシラにメバルで、またメバル。お、ツーナリですな。おお、あ、グレだ、グレグレ。これがグレですね。この時期美味しいんですけど、まだまだちっこいので外して逃がしておきましょう。で、揚げていこう。お、またメバル。あ、ほんでウニみたいなのもついてるな。ウニのね、磯焼きが問題になってて、ウニが多すぎて磯の海藻を食べちゃうんですよね。だから身はすっからかんです。すっからかんで、メバルもサイズはでかくないんですけど、いいメバルがいますね。最初めっちゃ続いとったのに急におらんくなったぞ。ほんまの際だけでしたね、魚がいるの。あれれれ、ちっこいのは放流します。お、でグレのちょっとええやつ、小増しですね。ほんまはもっとでっかくなるんですけど。でガシラのちっこいの全部放流です。お、グレ。やっぱここはグレが少々いますね。なんかでっかいもんが来たらいいのに、チヌとか。お、メバル3連チャン。こうやって座ってくれますからね、楽ちんは楽ちんです。これも船が小さくないと網の引っ張る力で船が寄らないんで、船が小さいからこんなんができるんですよ。ただちっこいな。なんかでっかいに来た。あ、ボラだ。おお、よう超えとるわ。パンパンやん。ちょっと後で外します。あ、フグ。こちらフグですね。彼岸フグかなんか、それに等しい近いフグ。これめっちゃうまいけど僕調理できないんで、逃がします。1箱ぐらい取れたら結構な値段で売れるんですけど。かわいい。あ、またフグや。置いとこうかな。でサザエも来ました。サザエもね動くんで、これよくかかります。でまた新顔、こちらタナゴちゃんですね。タナゴちゃんも美味しいですよ。うわ、でグレが鈴なりや。わあ、やっぱグレが鈴なりになると思った。グレ食べるにはうまいんですけどね、売れないんで、なんせ売ってもほんまに安い、数百円とか。1匹じゃなくて、これは外すのが大変だ。テトラからちょっと離れたらもう全然咲かないのよ。って寄ったら来た。メバル。お、メバル。裏はメバルが多いな。ただこんまいな。ほとんど放流やな。おお、放流サイズが多い。わ、鈴なりだが小さい。わ、いいグレ。よう超えてるね。うまそう。船が寄ってペラが当たりそうだ。よし、終了。メバルが鈴なり。半分グレだからな。昨日の夕方仕掛けたのにね、まだメバルピンピンに来てます。非常にありがたいですね。おお、でかグレコブダイ。メバルが鈴なり。さあ、あとちょっとでございます。お、タケノコだ。久しぶり。また後で外してみせますが、タケノコメバルってこれぐらいまでなるんですよ、大きいやつ。これまだまだ小さい方ですね。あ、網が終了しました。はい、というわけで取れた量がこちらといっても何が何だかです。はい、じゃあいつもの一つ無修正魚外しやっていきます。まずここに網がね一つかぶってるんで、こいつを外してあげて、で網を1枚めくれました。でめくれたらですね、残り網が1枚となっております。でこんな感じで残り1枚の網がこの中入ってるよって感じなんで、
この網のね入り口を探します。これで皆様も魚外しマスターです。大概入り口こういうところのね端にあるので、端からこう手繰っていって、でこんにちはってするんで、こんにちはしたらこんにちは根岸をしてあげましょう。こんにちはって。はい、これで OK。 うまそう。よう超えてるね。いい。はい、というわけで外し終わりました。で売れる方がこれだけです。結構たまりましたね。で今から逃がす方がこれだけ。逃がす方も多いね。で死んでしまって氷する上がりがこれ。はい、じゃあ逃がします。まあこんなんでも取ってしまう人は取ってしまうんですけど、やっぱ資源保護のために自分とその先のため逃がします。いい人ぶります。よいしょ。これで最後。はい、じゃあ逃がします。はい、じゃあメバルは結構大量でしたね。じゃあ帰りたいと思います。はい、じゃあ取れたものを生かしていきましょう。ちょっとボラさん避けてもらって、でメバルたち上げていきます。で多く見えるんですけど、結構クレちゃんが混ざってるからね。はい、じゃあ取れたものを見ていきましょう。まずこちら、ガシラ、黒メバルでグレ、メジナとも言います。それからコブダイのメス、大きくなるとこのコブが出てオスになります。それからタケノコメバル、この子は今日のメインディッシュです。それからよう超えたボラ、めちゃくちゃ超えてます。美味しそう。じゃあみんな銅丸の中で生かします。よいしょ。でここでくくって、よいしょ。でここでつらくって生かしておきます。 OK。はい、で今日のメインディッシュのタケノコメバルを締めます。ここの第一なんかとこの間、この目の斜め上、ここぐらい、ここを刺すと脳があるのでクリクリクリっとね、これで締まりました。で普通にこのエラのとこ、ここ下切って切る、この血管だけ切ればいい。シュッとで尻尾のとこ鱗取って、でここ刺してあげる。ちょうどこれもね下側に血管あるんで、下側刺すイメージで血が出てきて、これで水の中で流水血抜きで OK です。じゃあこれ持って帰ります。はい、というわけで帰ってきました。今日の食材がこちら、締めたてのタケノコメバルです。でタケノコメバルはこんな感じで模様がねすごい虎柄、キリン柄ですね。大当たりです。でタケノコメバルはですね、タケノコの取れる時期に美味しくなるからタケノコメバルだったと思います。で今日はこのタケノコメバルを使ってタケノコのタケノコご飯を作っていきます。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあ小さいのでかなり難しいと思うんですが、タケノコすき引きしていきます。おお、動く動く。包丁入れてすき引いていきます。鱗がね細くて、あと締めたてなんでね硬くて取れにくいんですよ。いけてるいけてる。ちっちゃいけど案外いけるな。俺が上手くなったということなのかもしれない。シャコ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 と。おお、うまいうまい。でこういう際は向き変えて、でこう入れていこうと思ったんですが、ちょっと無理そうなんでどうしようかな。やっぱ戻して頑張ります。動いて無理だな。端の取り切れんとこはねもう後からこすろう。多少はいい。取れるとこだけ取る。でなんで小さいのが難しいかっていうと、この鱗とねこの皮の間のあれが少ないんで、包丁をねあんま入れれないんですよね。すぐ見に行くから。いっか。で反対もいけるとこだけ。ほらねよし。できるとこだけやったらあとは包丁でやっていきます。ただご飯の中に鱗は絶対入れたくないからしっかりやろう。湯かけてもいいんですけどね、さばきにくいからね。いや後で湯かけます。最初からそうすればよかった。はい、じゃあ大まかに鱗が取れたタケノコをシューザーンとまな板の上にのして返して、よいしょ、さばいていきます。でまたエラの付け根、さらにもう一個の付け根を落として、で先に鎌割ります。カタ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 。よしよし。で取れたら、取れたとか開いたらですね、もうここっち持って切れてなかった。でここももう引きちぎります。マスターハンド、これがマジックです。トリックです。マリックですね。何だっけ。
これがなんとかです。出して、はい、でこれが内臓。これ胆のうすごい色だな。なんかめっちゃ綺麗な胆のうの色してます。これなんかヨークの魚につくけど何なんだろうこれ。これがいい。ちょっと何食っとるか見てみましょう。メス、うんちです。ここまでできたらお腹をきれいに洗って、じゃあ次頭とカマを落としていきます。もうカマのこの付け根ですね。付け根のとこから包丁を入れていって、で斜めにサクッと。で反対も同じように付け根から包丁を入れて斜めに切る。でトン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 頭を落とします。でこんな感じで、こちらをさばく前にこちら極上の生肝がね手に入ったというか、さっき取ったんで、これさっきちょっとつまみ食いします。取れたての生肝いただきます。これうわ、プリップリで甘い。うまっ。ただやっぱ磯回りだったから若干磯の匂いがしますね。まあそれも風味やと思えば。はい、じゃあいよいよ3枚におろしていきます。ここ包丁を入れてとで中まで包丁を入れていきます。なんか失敗しとるくさいぞ。大丈夫か。よし OK で返して切れ込み入れちゃおっか。でちょっと鱗ついてるんで逆さ包丁入れて、で返して包丁を入れていきます。よしよし OK でこっち。はい、こんな感じ。めっちゃ字幕じゃないわ。ピント合ってないけど、あれ身は綺麗です。でさばいた方もいいですね。ちょっとミスった。これリカバリーで食べよう。ここはどうせ出しておるんだけど、うまっ。で反対も同じように下側包丁入れて、でスーッとで中右、よし OK で返して、ケツ側もこっちちょっと多分包丁入りにくいからな、逆さ入れてみるか。よし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 。で同じように包丁骨の上、骨ちゃんの上、よしで入れたらまたグッとぶっ刺して、でまたちょっと失礼、よいしょよいしょ OK でこっち、はい OK。 ここは隠す。ここは米入れるから一緒なんですよ。よいしょ。はい、でこんな感じで3枚おろしにできたら、次あばら骨を断ち切る。無理、ここで落とす。よしでこっちも入れて、で薄いんでもうここで落とします。 OK で次に血合い骨を取っていきます。で下側上行っては下、こんな感じ。はい、でもう一身もこっちは先下から、ちょっと分かりにくいんだけどここら辺かな。で上側も落として、でペリ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 。はい、でここまでできましたら、バットンこのために来た嘘はしたんですけれども、今日は使いません。じゃあ次ケトルの電源入れていきます。でこれが沸騰したら、まず身の方にかけてこれに残った鱗を取ります。でこれ残しておいて、で残りはこっちにかけて、鱗と臭みを取っていきます。ちょっと鱗にね熱を当てて剥げやすいように、あちゃほんで熱のこもったら、ここで鱗取りながら出していきます。これでもう鱗が入らないあれの完成です。鯛めしみたいなやつの。はい、これで OK。 はい、そしたらご飯の中に先に身を入れて、で出し取り用のお魚を、アラですね、アラとかを入れておきます。こんな感じで、これで1匹分の出汁を逃すことなく入るけど、骨とかは入らんというね。おーおー、太田くんに言われて気がついたよ。これちょっとのけます。でこちらたけのこ、こちらをですね切って入れます。危ない危ない、和よく忘れるとこでした。これでしっかりたけのこのたけのこご飯ですね。でまた残りの出汁類も入れて、でここにいつものヘビーユーザー15で、醤油も15で、こちらのおばあちゃんをちょっと加えます。これが僕がもう開発した最高の炊き込みご飯の味です。それじゃあこちらを炊飯器にセットで、もうつけてたんで急速炊き36分待ちましょう。はい、というわけで炊けました。じゃあ見ていきましょう。でクパッと開けて、おお炊けてますね。出しましょう。でまずこのだしに使ったお頭とかを取っていくんですが、ここで失敗しては意味がない。骨を残さないように丁寧に揚げていく。身は食べれます。これまあでも味はないですね。でアラを丁寧にのっけて、よし、これで骨はきれいに取り除いた。そしたら混ぜます。
おこげもめっちゃ美味しそうにありますね。急速だからかな、つけといて急速が一番いいんじゃないかなと最近思う。よし、で混ぜたらお椀についでいきます。うまそう。はい、でお椀につけました。じゃあここにネギとごま、これを散らせば OK。 はい、それじゃあ小通り。はい、それでは濱家特製たけのこメバルとたけのこが入ったたけのこご飯でございます。たけのこのたけのこご飯でございます。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。では、すんごいね、お魚の出汁の味とホビーユーザーの味のするんですけど、それとこのたけのこの大きめに切ったから食感がいい。このまま多分お茶漬けにしても絶対美味しいと思う。でまたこのおこげとの相性が抜群ですね。やっぱたっかのはおこげですね。で魚もほぐしてるからすんげえお米と馴染んでうまいです。でこれ味付け海苔とも絶対合うんで、味付け海苔巻いて、うまい、最高です。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。テトラポットに網を仕掛けてみたということで、まさかのたけのこメバルのエインが取れました。それがまた超美味しかったです。ということは、特に今日はないですね。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。